皆さんはレスリー・ニールセンという俳優をご存知でしょうか？その人物は世界中を笑わせるコメディスターになりました。日本でも志村けんの大丈夫だに出たこともあるそうです。それでは前半を聞いていきましょう。レスリー・ニールセンは世界的なコメディ俳優として知られている。だが若い頃の彼は全く違う人生を歩んでいた。1926年カナダで生まれる。父は警察官だった。厳格な家庭で育ったとも言われている。実は兄のエリック・ニールセンは後にカナダ副首相になる人物だった。同じ家で育ちながら兄は政治の世界へ進み、弟は芸能の世界へ進んでいく。当時は誰も想像していなかった。後に弟の方が世界中で顔を知られる存在になること。子供の頃のレスリーは特別なお笑い少年だったわけではない。むしろ真面目な性格だったと言われている。やがて軍へ入隊する。若い頃は空軍で訓練も受けていた。その後俳優の道へ進む。当時はテレビドラマ全盛期だった。レスリーは少しずつ仕事を増やしていく。高身長で整った顔立ち、落ち着いた低い声、軍人役、医師役、弁護士役、権威ある人物の役、そうした役柄がよく似合った。仕事は順調だった。だが代表作と呼べる作品はなかった。売れていないわけではない。しかし大スターでもない。そんな時代が何十年も続いていた。周囲も本人もコメディ俳優になるとは思っていなかった。むしろ真面目な俳優として評価されていた。気づけば40代、そして50代。普通なら人生の形が固まる年齢だった。だがレスリーの人生はここから変わる。1980年、フライングハイが公開される。常識外れのギャグが続く映画だった。その中でレスリーは真面目な人物を演じていた。だがそれが異常に面白かった。周囲は大混乱している。それでも本人だけは真顔だった。まるで何もおかしくないように振る舞う。その姿に観客は大笑いした。長年シリアス俳優だった男に新しい才能が見つかった瞬間だった。しかも当時の彼は若手ではなかった。すでに50代へ入っていた。普通なら方向転換が難しい年齢だ。だが人生はわからない。フライングハイは大ヒットする。レスリーの名前も世界へ広がっていく。真顔でバカをやる男。それが彼の新しい武器になった。大声で笑わせるわけではない。派手な動きをするわけでもない。ただ本気で演じている。それだけで笑いが生まれていた。観客も驚いた。本人も驚いた。何十年も続けてきた真面目な演技がまさか世界を笑わせる武器になるとは思わなかっただろう。やがて彼の代表作が生まれる。裸のガンを持つ男だった。レスリー演じるフランク・ドレビン警部は世界中で知られるキャラクターになっていく。兄は副首相、本人はコメディスターへ。同じ家で育ちながら全く違う人生になったのも面白いですね。だがレスリーの本当の伝説はここから始まります。裸のガンを持つ男は大成功した。フランク・ドレビン警部はレスリー最大の当たり役になっていく。気づけばアメリカ中の人がその顔を知っていた。だが面白いことにレスリー本人の演技は昔とそれほど変わっていなかった。若い頃から続けてきた真面目な演技、それが今度は笑いへ変わっていただけだった。本人は真剣だった。だからこそ面白かった。
普通のコメディ俳優なら笑わせようとしていることが見える。だがレスリーは違った。まるで自分だけは正常であるかのように振る舞う。周囲だけがどんどんおかしくなっていく。その空気が独特だった。気づけば誰にも真似できない芸風になっていた。そして人気はアメリカだけにとどまらなかった。日本でも映画は公開されていた。テレビ放送でも何度も流されていた。洋画好きなら一度は見たことがある顔だった。さらにレスリーは日本の人気バラエティ番組にも出演している。加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビや志村けんの大丈夫だにも登場した。加藤茶や志村けんと共演していたのである。海外の大スターでありながら日本のお茶の間にも現れていた。だからこそ日本人にとってもどこか親しみのある俳優だったのかもしれない。名前は知らなくても顔を見るとわかる、そんな俳優になっていた。それほど強い存在感があった。レスリーは世界中を笑わせていた。だが本人は派手なスターという雰囲気ではなかった。インタビューなどでも自然体だったと言われている。長い下積み時代を経験していたからかもしれない。50代で人生が変わった男。だからこそ成功しても浮かれなかったのかもしれない。また年齢を重ねるほど彼の味は深くなっていった。若さで売れた俳優ではない。存在感で愛された俳優だった。それも珍しいことだった。そして年月は流れていく。映画館で見た人もいた。テレビで見た人もいた。レンタルビデオで見た人もいたかもしれない。気づけばレスリーは多くの人の思い出の中にいた。映像に出てくるだけで少し笑ってしまう。そんな存在になっていた。彼は派手なヒーローではない。アクションスターでもなかった。だが誰にも変わることができなかった。真似できそうで真似できない、そんな不思議な俳優だった。そして晩年を迎えていく。高齢になっても人々は彼を忘れい。長い俳優人生だった。シリアス俳優として始まり、コメディスターとして世界へ広がった。若い頃には想像もできなかった人生だったかもしれない。2010年、レスリー・ニールセンは84歳で亡くなった。世界中から多くの追悼の声が寄せられた。コメディ界の大きな存在が去った瞬間だった。だが作品は残った。フライングハイも裸のガンを持つ男はシリーズにもなった。彼の笑いは今も続いている。見ていない方はぜひ彼の笑いの間を見てください。若い頃に結果が出なくても人生はどこで変わるかわからないものですね。兄は副首相、弟は世界的コメディースター。そんな兄弟もなかなか珍しい気がします。そして50代から世界中を笑わせたレスリーもやはり特別な人物だった。私も久しぶりに裸のガンを持つ男を見ようかと思います。それでは次回の主役でお会いしましょう。